今日は自家製ソースを作るときに出る野菜くずを使って作るキーマカレーをお店じゃありませんが我が家のまかない料理としてご紹介いたします。そのため詳しいレシピはありません。我が家の年に一度だけ作るカレーでもナンを作りたくなったのもこのカレーのおかげです。今回はさらにこのカレーで大阪の名物カレーとカレーパンを作ってみました。今回の動画はあくまでも流してみるか参考程度にご視聴くださり、レシピ動画はこのチャンネルの他の動画をご覧ください。はい、ソースを作ってできたこの野菜くずでキーマカレーを作りたいと思います。お鍋に火をつけて油を敷いてミンチ肉を入れていきます。これは好みで牛でも豚でも合いびきでも何でもいいです。分量も適当です。赤ワイン入れます。アルコール飛ばします。だいたいアルコールの度数分ぐらいの水分が減ればアルコールはだいたい飛んでると思います。水を入れて弱火にしてニンニクを吸ってきます。今日のレシピはもともともうソース作った残りのもので作るということですから、分量はもう大体の感じで覚えてください。カレーはいつもそうなっちゃいますね。ごめんなさい。マトンカレーとかマルガトーニを見ていただければレシピ大体のはわかると思います。マルガトーニは美味しかったですね。カレーライスではないんですが、とっても美味しかったです。もちろんこのキーマカレーも美味しいですよ。はい、5かけ目入れます。5かけ目だけちょっとちっちゃい。生姜もすります。はい、ここにソースで出た野菜くず入れていきます。無駄なく食べます。もうちょっと足しましょう。たっぷりのキーマカレーができそうですね。1回じゃ食べきれない。クミンを入れます。カレー粉も入れます。胡椒、ソースでも入ってますけどね。お好みの何でもいいです。スパイスを入れてください。チリペッパー混ぜましょう。蜂蜜入れます。甘みや砂糖でもカーヘでもこの蜂蜜は何でも構いません。甘み調整してください。
砂糖も入れます。バター入れます。これちょっと味が足りないので固形ブイヨンの助けを借りましょう。2個ぐらい入れます。塩も少し入れます。このカレーソース作りから始まって分量を決められず詳しいレシピがなくて本当にごめんなさい。どうしてもこれと同じものを作りたい場合はソース作りからとなるので、まずそちらの動画をご覧ください。ちょっとカレー足してね。はい、片栗粉でとろみをつけていきます。はい、これで置いときましょう。これでナンを作ります。はい、ナンにキーマカレー完成です。そして今日はこのキーマカレーで自由軒の大阪の昔のカレーを再現したいと思います。熱々のご飯をついで、それにカレーを乗っけます。混ぜ合わせます。本物の自由軒の名物カレーは余計な味を加えないという理由で玉ねぎ以外の野菜は入っていません。まあでもこのカレーの野菜もソース作りのくず野菜のみでソースをかけるのと変わらず目に見えるほどの固形野菜は何も入っていないですから、それらしくはなるかと思います。そして混ぜたのをお皿の上にカポッと乗っけて、でくぼみをつけます。そこに卵の黄身を乗っけて、白身も一緒に入れてよかったのでした。特製ソースをかけて、ウスターソースですね。自由軒のカレーの再現です。これもきっと美味しいと思いますね。それではカレーパンを作っていきます。端っこでいいですね。端っこで作りましょう。サンドイッチ用のパンでいいですね。まかない用で作ったキーマカレーをここに挟んでいきます。これを挟んで横に置きます。でギュッと潰しましょう。こんなぐらいにしときましょうか。そしてこっちもはい、これをバターで今度焼いていきましょう。バターをフライパンに入れて火をつけます。はい、これでカレーパンできました。切っ
ってみましょうかね。はい、美味しそうなカレーパンです。カレーパンの完成です。